はい、こんばんは、こんにちは。おはようございます。ブートラです。これからね、毎週金曜日は、ちょっとラジオっぽく、動画を更新していけたらと、考えております。いかがでしょうか。このラジオ番組はですね、先日皆様からコメントでいただいたお悩み相談やブー太郎に対する質問、あとはね、皆さんの最近やったエピソードトークなどを中心に、いろいろ紹介してね、盛り上がっていけたらと考えておりますので、まあちょっと第1回目なんでね、どんな感じの、動画になるか、わからないんですが、成り行きであるがまま自分の、適当な力を使って今日は頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、ちょっとね、音楽を変えていきたいと思うんですけど、これ、おなじみのこの音楽ですね。はい。ちょっとラジオっぽくないじゃないんですけど、まあ、日常っぽさが出るかなと思うので、この BGM でやっていきたいと思います。で、効果音とかも途中流したかったんですけど、テストしてたら、この BGM を流しながら急に効果音っていうのが難しくって、ちょっとまだまだブー太郎には、そういう扱えるような技術がないので、シンプルにBGM を流しながら、このラジオ感覚で楽しんでいただこうかなと思っております。ちなみにですね、今日は花金ということで、1週間皆様お疲れ様でございます。ブー太郎たちも、昨日記念日ジュニアを迎え、動画でもね、たくさんの方がお祝いしてくれたんですけど、本当にありがとうございます。で、高野菜といたしまして、実は今日2日連続で焼肉を食べに行くというびっくりでしょ。今日焼肉を食べて今お腹満腹でございます。で、ちなみにね、ちょっと今日これ着てる服なんですけど、これもちょっと視聴者さんからいただいた、確かジェラピケやったかな、違うかったらすいません。めちゃくちゃ可愛くないですかこれ。そう、フードかぶってても可愛いし、脱いでても可愛いしっていう感じで、めちゃくちゃお気に入りです。楽だし。はい。まあそんなこんなでね、ちょっと始めていこうと思うんですが、もうね、昨日たくさんコメント募集したら、本当にいろんな方がご協力くれまして、もう早速今記念日ジュニアおめでとうとか、どんな話でも楽しみです、ちゃんと聞きますよとかね、まあちょっと昨日愚痴っぽいことをお話しさせていただいたんで、皆さん愚痴もどんどん聞いてくれるよっていうコメントも多数いただきましてね、なんか心強いなということで、またこれからもいろんな話を、この動画でね、していきたいと思います。まあこれブー太郎の秘密基地というチャンネルなので、ちょっとねいつもお菓子とかを用意してるんですよ。昨日もチーズタルトを用意させていただいて、皆さんね、それ見てめちゃくちゃ美味しそうというコメント多数いただきました。で、あれまだ残ってたじゃないですか。で、今日、ちょっとせっかくなので持ってきていいですか？ちょっと席外しますね。ちょっと一瞬で取ってくるんで、少々お待ちください。お待たせです。はい、帰ってきましたよ。ちょっと今週のおすすめお菓子コーナーということで、今週もですね、お菓子第1回目のお菓子はちょっと昨日に引き続きで全然まあ新しくないんですが、だけど昨日食べたのはちょっとラズベリー系というかちょっとイチゴ系のやつだったんで、今日はコメント欄でもねチョコのやつが気になるって言ってくれてる方がいたんですが、今日はこちらのですねタルトのじゃーん、めちゃくちゃ可愛いこれチョコ味、上にこんな感じでね、めっちゃ美味しそうじゃない？ちょっとこれを今日の、デザートとしていただきながらコメント拾っていくのとはね、ちょっと珍しいんですけど、こちら、お酒、果汁杯ということでピンクグレープフルーツのお酒を、実は先日ゆうちゃろのファミリーと旅行行った時に夜は酒パしようということでお酒を買ったんですけど、結局これ飲まなかったんですよね。ブー太郎買ったんですけど、なのでちょっと今日は珍しくせっかくお酒あるんで、花金やしね、明日お休みやし ASMR いやーめっちゃいい音。
はい。ということで皆さんもね、何か飲み物持ってよかったら、画面越しにお疲れ様です。乾杯。ねえ、土日が忙しい人もいると思いますけど、お仕事とかね、いろいろな事情で。ブー太郎はちょっと休ませていただきますので、ちょっとオフ感満載でやっていけたらなと思います。めっちゃうまい。もうジュースなんですけど、これ。アルコール 3% って書いてますけど、もう全然ジュースですね。いやー、美味しい。じゃあ、こちらのチョコのタルトもいただきましょうかね。本日のスイーツ、どんなお味でしょうか。昨日食べたのは中身がチーズやったんですけど、今回はほんと中までなんかチョコですね。ガトーショコラ感があるって言ったらいいのかな。上はちょっとパリッとしたチョコがコーティングされてて、ちょっとこう口触りもいいというか、さらにアーモンドも入ってるんでザクザク感もありつつ、めっちゃチョコケーキって感じ。口から出ちゃった。めちゃくちゃ美味しいです。じゃあこちらを食べながら皆さんのね、質問やお悩み相談、エピソードをちょっと紹介していきたいと思います。ということで、頭ぶつけました。ですね、早速なんですけど、今コメントまたざっと見てるんですけども、今日一通り見させてもらったんですが、もう大体お祝いのコメントが多かったですね。ありがたいことに。で、一個めっちゃ面白かった人がいて、何人かいるんですけど、どこにいるかな。今ちょっとパソコン上でね、コメントを拝見させてもらってるんですけど、そう、これでさ、みんな一つお願いがあるの。お願いっていうか提案っていうか、これさ、YouTube ってコメント欄のとこの皆さんのお名前が昔は分かりやすかったんですよ。だけど、最近のやつってなんかちょっとこうユーザー名で出るっていうんですか、アットマークなんかこうアルファベットでダーって出るから、最近ね、皆さんの名前が昔からも知ってる人は大体覚えてるんですけど、結構最近来た人とかたまにコメントする人ってなかなか名前が覚えれないんですね。ちょっとアイコンとかは見覚えあるなって感じなんですけど、アイコンと名前が一致しないというか、なのでお名前ちょっと認知してほしいなと思う人はぜひコメント欄の最後に毎度名前書いといてもらえると助かる。そうなんかこういうコメントとか紹介するときにさ、名前が分かんなかったりすることが増えたので、どうかよろしくお願いします。ではこちらね、ちょっとこの方はもう認知してるので、ちょっとお名前今回呼ばせてもらうんですけど、ちょっとさゆりんさんっていう方から、面白いエピソードトークが来ております。コメントちょっと全部読みますね。記念日ジュニアおめでとう。ほぼほぼゆうちゃろうの勝利よねっていうのは、どっちが先に記念日ジュニアおめでとうっていうかっていう、勝負を毎回やってるんですけど、大体ゆうちゃろうが勝利してるよねということで。で、来月こそは頑張って。お久しぶりのブー太郎くんのお部屋。相変わらずホテルチックなおしゃれなお部屋ありがとうございます。あんなものやこんなものまだあるのかなっていうことで、過去ね、ルームサービスじゃないわ。なんて言ったらいいんですか。ルーム、なんて言ったらいいの？なんだっけ？新しいここの家を買った時に、なんて言うんでしたっけ、そういうの。ルームツアーだ。そう、ルームツアーをね、やらせてもらって、その時に、あるね、大人のおもちゃが出てきたっていうあんなものやこんなものってそういうことですね。で、タルト美味しそう。まだ食べたいものが増えちゃった。いつも言おうと思って忘れてたけど、ブー太郎くんがはっきり、綺麗に映って、周りがぼやしてるのが秘密基地っぽいし、3D ブー太郎っぽい。そうですね、これ、何でしたっけ、ポートレート動画っていう
機能を使って撮ってるので、こう周りをちょっとぼかしてくれる機能で撮ってるんですよね。で、愚痴の内容めっちゃわかるって、うちの主人も食べっぱよーって、嫁の愚痴あるあるよねーということで、そう、昨日ね、ちょっとした愚痴を洗い物してくれないよっていうお話をしたんで、そのことについて共感を、してくれてる。で、こっからが面白いのが、私の、ね、ネタぶっ込みつつの質問ということで、主人の誕生日をすっかり忘れてて、誕生日ケーキもプレゼントも、なければ、ご飯もいつもと変わらず、帰ってくるのはだいたい夜中。で、子供は寝てはると。で、帰るコールの後、帰ってくるよって多分ね、旦那さんから電話あったんでしょうね。で、パジャマを脱いで、その方が、このコメントしてくれてるね、さゆりんか。で、毛布の真ん中で丸くなって、自分を包んで待機。ただいまーと主人が部屋に入ってきたと同時に、おかえりーって毛布から飛び出す。私でしたーってもう、可愛すぎないこのエピソードトーク。誕生日多分忘れてたでしょうね。まあそう。で、プレゼントも何も用意してあげてなかったから、さすがにまずいということで、急遽自らをプレゼントに、いきなり仕上げるという、結構難易度高めな面白いエピソード。で、まあその結果、ご主人さんは爆笑で、しかもその後多分大成功ということで、多分行為に及んだんでしょう。なかなかなんかもう、仲良しエピソードだよね。下手したらなんかちょっと惹かれるパターンもあるじゃん、多分。みたいな。裸で車って待ってんのみたいな。ブー太郎はそういうの大好きやし、ちょっとやりたいなっていう、真似してみたいなということで。で、質問が、まあ、ブー太郎くんも面白サプライズやったことあるっていうことなんですけど、面白サプライズは、ちょっとね、いろいろあるのかもしれないですけど、今パッと思い出すのが、まあ、ちょっと誕生日とか今回ブー太郎は関係ないんですけど、この話は。まだ、そうですね、ゆうちゃろうと、まあ、出会って間もない頃、ブー太郎がよくゆうちゃろうの住んでる家に行ってたんですよ。で、その時って、ゆうちゃろうって実は一人暮らしじゃなくって、ルームシェアをしてたんです。で、以前は結構大人数で、ほんとそれこそテラスハウスみたいな人数でずっと同居して、なんか若者でワイワイ暮らしてたらしいんですけど、マンションでね。で、まあ、後々二人になったタイミング、ゆうちゃろうともう一人の子と二人でルームシェアしてる時に、ゆうちゃろうとブー太郎が出会ったんですけど、その時に、まあ、あんまりやっぱ、ブー太郎は事情が事情なので、そんなに頻繁にゆうちゃろうと会うことができなかったんですね。まあもちろん。で、だけどなんか今度いつ遊ぶみたいなやりとりをしてるときに、今日はどうなんみたいな、ゆうちゃろうから誘いがあって、今日無理遊べへんみたいな。でもブー太郎はちょっと無理って、なんかもう仕事も忙しいし、明日もあるし、みたいな感じで断ってたんですけど、まあちょっとどうしてもブー太郎が、なんかそんなこと言ってくれるもんやからゆうちゃろうが会いたいって。ブー太郎もう、ピュアですから、もうゆうちゃろうに続婚時期ですから、やっぱ会いたくなってきちゃって。で、サプライズで、もう今日は無理やからって断ってんけど、内緒で、いつも、本当に帰らなきゃいけない家と仕事からの間にゆうちゃろうの家の駅が、近くの駅があって、で、まあそこ降りて、家行って、で、まあ普通に LINE のね、やりとりは続けてるんですけど、何気なく。そして、こたつ、まだその日寒かったので、こたつの中で隠れてずっと待ってたんですよ。ゆうちゃろう帰ってくんの。そう。で、まあ、帰ってくるよね。仕事終わったって LINE とか来てて、ブー太郎はこたつの中でずっとやりとりしてたんやけど、もう帰ってくるんやと思って、そろそろ。で、ゆうちゃろうがなんか帰ってきてさ、まさかブー太郎がいると思ってないからさ、ずっとこう生活の音が聞こえるわけよ。なんかこう、帰ってきた手洗ったりとか、トイレ行ったりとか。で、やっとちょっと落ち着いた時に、こたつに足を伸ばした時にブー太郎がこう足をひょって掴んだらめっちゃびっくりしてて、なんでおるんみたいな。で、その時になんかめっちゃさ、嬉しそうな顔をやったんですよね、ゆうちゃろうが。本当に。なんか、なんでおるんみたいなさ、ありえへんねんけど、みたいな。来る時はちゃんと言って派の人もいるやんか。なんかそういうのじゃなくて、なんか本当に心の底から喜んでくれたっていう、なんか、淡い、なんか懐かしい思い出がありますね。なんかすごい喜んでくれた。もう絶対今日は会われへんと思ってたし、絶対帰ってると思ってたから、めっちゃ来てくれて嬉しいみたいなね。まだ可愛かったね、あの時のゆうちゃろうは。
そう、なんかそんなエピソードを思い出しましたね。このエピソードで。はい。ということでね、一つ目のエピソードと質問コーナーでした。で、コメントね、今日いろいろ他にもたくさんいただいてて、やっぱでも時間に限りがあるから、一応もしかしたら、今日取り上げるかもしれないですっていう返信はね、質問とかお悩み相談くれた人には一人一人やってるんですけど、それぞれ。まあ多分全部紹介無理そうかな。今で何分？今で15分ですもんね。そう、だから、今回ね、せっかくコメント書いてくれたけど拾えなかった人は申し訳ないんですが、ちょっとね、どんどん拾える限り拾っていきたいと思います。いいですね、ラジオっぽい。あと誰かいたかなあ、そう、これ面白かったのが、さて質問です。昨日の動画にね、ブー太郎さんは動画内で何回コリコリ行ったでしょうかって、昨日すごいさ、ホルモン焼肉を食べに行ったから、中でもそのホルモンの部位でコリコリが好きなので、ずっとコリコリがってずっとめっちゃ結構コリコリ言ってたんですよ。そしたら、全部で何回言ったか数えてくれた人がいて、皆さん何回だと思います？ブー太郎全く予想つかなかったんですが、まあ正解は17回だったそうです。でもさ、なんかコリコリ言ってたらさ、コリコリってなんか結構エロくない？ちょっとここで面白いあれが。コリコリちょっと下手くそやったね、ラジオのパーソナリティ。もう一気にこう、自分がさっき今本当の理想的な形でやりたかったのは、コリコリってなんかさ、いやらしくない？コリコリ、こんな感じでやりたかったのにさなんかそう、このせっかくだからエコーのね、この使い道で楽しんでいきたいなということで、面白くない？このエコー。でもコリコリってなんかエロくないですか？よく聞いたら。コリコリってなんでこんなに美味しいん？もうここで本当やったらチーンみたいな流したいよね、効果を。これちょっと別で DJ がいるわ。何個か窓口でこう用意しとかなきゃいけないんですね。無理です。はい。まあそんな感じでね、コメントいただいておりました。コリコリをね、何回言ったでしょうっていうクイズ。となんかあったんですよね。他にもいろいろ。ちょっと今コンタクトの調子が悪くってさ、ちょっと見づらいっていうコメントが。これ。とは結構さ、何でしたっけね。あ、これかな。質問。マリコさんかな。落ち込んだ時どんな曲を聴きたくなりますか？どうやって気持ちを上げてますか？ということで、質問いただいてます。もうこの方もね、いつもすごい丁寧にコメントくれてるんですけども、ちょっと前の文字はちょっと今日は省きますね。質問だけ読ませていただいたんですけど、そうだな、落ち込んだ時ってその落ち込んだ内容とかにもよって聴きたい曲って変わってくるんですけど、ブー太郎の場合は結構やっぱりこうしっとりしたなんかバラード曲とかを聴きたくなる感じですかね。なんかこう気分話にこう激しいさ曲を聴きたい人とかもいると思うんですけど、ブー太郎って結構こう浸りたい派なんですよね。もう泣きたい時は泣きたいし、ムカつく時はもうムカつくってなりたいから、落ち込む時って大体こうちょっとしょぼんってしてるイメージなんで、まあもう恋愛系、まあパッと思い出すのはちょっとやっぱ浜崎あゆみちゃんの曲とか結構昔はよく聴いてたかな。それこそ A Song 4っていう曲があって、まあ最近はちょっと聴く機会減ったんですけど、高校ぐらいの時ってなんかすごい孤独を感じる時があったから、なんかちょうどいいバランスなんですよね。なんか歌詞にどうして泣いてるのとか、どうして笑ってるのとか、なんかこう些細な感情に疑問を抱く時ってないですか？なんかそれをうまいこと歌詞に反映してる曲で、なんか
人、いつも強い子だねって言われ続けてた。泣かないでないねって褒められたりしていたよ。そんな風に周りが言えば言うほどに笑うことさえ。何だっけなんかそういう歌詞があるんですよ。ちょっとこの音楽が多分うるさいよな。ちょっと歌うわ。A-Song4 久々に。まあ、せっかくだじゃあブー太郎がよく聴いてた曲をそう歌ったりもできますからね。せっかくならじゃあちょっと1番とかだけでも歌ってみましょうか。ちょっと感情を込めつつどうやってやったらいいんやろ。よいしょ。難しいわ。ちょっとラジオがこれ難しいんですよね、意外とやりきるのが。よいしょ。まあ、あとはどうね、あれですよね。いけるかな。もうほんと生配信って感じですね。あった。いきます。じゃあちょっと歌います。中の人汗すごそう。広告が。広告が長い。てかもうこんなことしてる間にもう20分経とうとしてんの。はい、いけた。どうして泣いているの？どうして迷ってるの？どうして立ち止まるの？ねえ教えて。いつから大人になる？いつまで子供でいいの？どこから走ってきてねえどこまで走るの？居場所がなかった見つからなかった未来には期待できるのかわからずに。はい、まあここまでに過ぎましたが、こういう曲があって、そう、なんかいろんなとこで、こうちょっと歌詞が胸に染みるというか、さっきの最後歌ったとことかも、居場所がなかった見つからなかったのところが結構感情移入できるというか、未来には期待できるのかわからずにって結構思わなかった。こう思春期の時とか悩んでる時とかもさ、結構途方に暮れるから、なんかこういう思いをなんかダイレクトにこう歌いながらこう感情移入しやすかったので、なんか刺さるんですよね。こう複雑な感情の時に、なんかいろんな感情もさ、なんでこんな感情になってるんやろみたいな、なんで今こんな悲しいんやろみたいな、なんであの時あんなに笑えてたんだろうとかさ、なんか今このね出てくる感情に対してなんか疑問になる時とかあるじゃん。なんかそういうなんかストレスをうまく反映してくれるっていうのかな。よく聞いてましたね。あれブー太郎とかってさ、特にこういう性格じゃないですか。あんまり一般的に珍しいタイプの人間っていうのだからさ、よく居場所がなかったなって思ってた時がそれこそあって、なんかみんなと何かが違うから、なんか一人浮いてる感じがする。なんか性別もそうだし、キャラクター的にもそうだし、なんか自分だけ孤独にいるような感じになんかよくなることが多かったので、まあ、そういう時に結構元気をもらってた曲でしたね。
それでね、あとプラス、どうやって気持ちを上げてますかっていうことなんですけど、結構、ブー太郎は、引きずらない感じですかね。なんかもう、自分は自分だし、人は人っていうところがあるので、なるべくポジティブに生きていきたいっていうモットーがあるから、もう悩んでても仕方ないことは、なんて言うんでしょう。見て見ぬふりをするじゃないけど、自分は自分だしな。他の人は他の人だしな、みたいな。物事でもそうですけど、自分にできなかったけど、これが今の実力やなっていう、なんかダメなとこも認めてあげるっていうんですかね。ねえ、もうダメやからもう絶対、次もダメやっていう時もあるんですけど、そこは、自分を鼓舞するじゃないけど、なんかごまかして生きてますよね。だからもうブー太郎もさ、もうそれこそコンプレックスの塊で、もう特に年齢重ねると、自分の未熟さを痛感するというか、なんか人生なんか経験も少なく何をしてきたんやろう、なんでこんな周りの35歳と比べるとこんなにブー太郎ってしょぼいんやろうとか、いろいろ思うことはやっぱりよぎるけど、でもそこになんていうかな、負の感情に自分が酔いしれちゃう、なんかある意味なんかそういう人っているじゃないですか。ブー太郎はなるべくそうならないように、そういう自分も大事にするっていう感じですかね。どっちかっていうと、その負の感情ももちろん大事にするけど、それゆえだけど自分を好きでいようねっていう感情で最終的にはいるというか、そうだから、負の感情に酔いしれないことかもしれないです。自分の気持ちを上げる方法は、自分ってかわいそうとか、もう自分なんてって思いすぎないようにするというか、でもできるでしょうっていう、なんかね、自分を鼓舞してあげてます。いつも無理やり、何の根拠もないもう精神論ですね。はい、長くなっちゃったけど、もうあれですよ、もう30分になろうとしてるんで、なんかラジオ番組ちょっとうまく進行できてないですが、そうだな、あと最後一人ぐらいいけそうかな。そうだね。これ、お部屋のデザインを決めるとき何を参考にされましたかって。最近引っ越しされた方ですね。ルームツアー動画でめっちゃおしゃれなお部屋を見せていただいてましたが、今改めて見ても、素敵なお部屋だと思いますって言ってくれてる、ありがとうございます。ねえ、そう、先日転居してきてまだ完全に決まりきっておらず、いろいろ勉強中です。デザインを決めた時の話を聞かせてくださいっていうことなんですけど、もうブー太郎もそれこそもう本当に何の知識もないし、もう感覚なんですよね。結構黒ベースにしたいっていう、ちょっと落ち着く、ちょっと男らしいというか、そういうお部屋に憧れがあったので、もうなんかなるべくシックに行こうみたいな雰囲気だけをテーマとして考えて、他の配置のなんかカーテンの色とかそうだし、あとなんていうんですか、フローリングのこの色とかをちょっとそういう黒ベースなもので揃えたい時に合いそうな、もうそれこそカーテンをグレーにしたりとか、後ろのね、壁紙とかって大体白い壁紙を使ってるお部屋が多いけど、ちょっと白の中にグレーをそれこそ入れてやるので、ちょっとシックな雰囲気、黒とあったりするのかなとか、そんな感じですかね。だから色とかはすごいこだわったって感じですかね。だからその他でいう装飾品とかは全然未だに何もやってないシンプルなままなので、本当はもっと観葉植物を飾ったりだとか、それこそ絵を飾ってみたりだとか、なんかもっとできることを、お花とかいろいろあると思うんですけど、もう全然めんどくさくてお金もかかるし、もうなんか諦めちゃってるから全然ね、理想な形ではないんですけど、そうだからおしゃれな部屋ね、デザインはもう色ですね。色の組み合わせでテーマを決めたって感じ。だから逆にちょっとね、今シックな感じで選んだけど、ちょっともっとなんて言ったらいいんですか、ピンクのさ、可愛いお部屋っぽくしたいんだったら、それこそね、やっぱ色が決まってくるじゃないですか。パステルカラーちょっと採用したりだとかさ、
なんかピンクとか黄色とか、なんかこう組み合わせたらとも、なんか結構カラーを重視して選んだって感じですかね。ちょっとまともなこと言えなくて申し訳ないんですけど。はい、そんな感じです。まあそうですね、もう30分経ったので、終わろうかなと思うんですけど、いかがでしたでしょうか。まあね、これ毎週金曜日こんな感じでできたらなと思ってるので、まあまたいろんなね、改善は考えつつ、まあこれが好評だったんですけど、まあこう視聴者さんと寄り添える日の動画っていうんですかね。だいたい、まあ水曜日は、歌ってみた。これから毎週更新するよって話して、で、だいたい他の日は、まあ何するかちょっと決まってないんですけど、毎日会ったこととか、なんか話したいこと適当に話そうかなっていう、自分の話とかしようと思ってるんで、まあこういう金曜日ぐらいは、視聴者さんのコメントをこう拾いながら、質問とかお悩み相談とかエピソードとか今後も拾ってね、ちょっとこう、関係を深めていけたらなと思ってます。はい。ではでは、あまり長くなってもね、皆さんこの動画見返すの大変やと思うんで、そろそろ終わりたいと思います。なので、せっかくね、質問とかくれて、エピソードトークとか、いろいろくれた人には本当申し訳ないんですが、終わらせていただきます。はい。ということで、この曲がオープニングとエンディングにしましょう。はい。ということで今日はマジでありがとうございました。またね、来週も、そうだな、木曜日の動画とかに、こう質問、また募集したりとかすると思うし、その時にまたご協力いただけたら嬉しいです。はい、では、風部ラジオか。いかがでしたでしょうか。皆さん明日からお休みの方も多いと思いますので、ゆっくり休んでください。そして、告知といたしましては、明日、の土曜日ですね、18日の土曜日は、夜9時から、ゆうちゃろうとブー太郎で本チャンネルですね。ゆうぶカップチャンネル、ここのチャンネルとは別で、まあ概要欄にも載せてますけど、そちらの方で、生配信で、まあ雑談をしていこうと思ってますので、ぜひ覗きに来てくれたら嬉しいです。ではではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。